ホスト本当に向いてないと思いますよ。いくら家賃14で7ヶ月ニート。お前絶対紐だろ。絶対お金もらってるから。お前紐だろ。紐がいろいろ中途半端やな。32だよもう。はい。いい年やで。はい。かなり。はい。なんか福君の大人バージョンで言われたことあります。あります？あります。22歳。優しそう。ごめんなさい、僕はもういいっすわ。母親が詐欺にあって。マジ何の詐欺？ロマンス詐欺、投資と。マジロマンス詐欺やってる。いや昨日はやべえかなって思ったんですけど。ああよかったですね。いいよね。いいっす。はい、今日も2日目やってまいりました、オーディションということでですね本日はどんな、素敵な出会いがあるのか楽しみにしてまいりたいと思います。それでは皆さん楽しんでください。ヒカキンさんやヒカキンさんですよ。どんな子来てほしい？いやーまあちょっとイケメン欲しいですね。いやそうなのなんかさキャラ面白かったけど1日目、なんだろう、まあ悪くはなかったけどなんか本当スターに会いたい今日は。失礼します。お願いします。よろしく。お願いします。お若そうだなお前。何歳ですか18歳です。18歳。若そうだわっすね。いやでもなんかさすごいなんかチャラそいやお前チャラいだろチャラいだろお前。そう日田の？いや全然違います。あジグロなんだ。ジグロ。ジグロそうなんだ。結構白いって言われるんですか？う。周り黒すぎん？じゃあなんかこの死亡理由とか。札幌出身で嘘なりませんかみたいな結構な頻度で声かけられてて、それそうだもん。そこでセルティアさんの切り抜きとか見て、この人かっこいいなって最初思ったんですけど、自分でもやってみたいなと思いな。なるほどね。わかんないけど結構好きなんだよね。なんでだろう。どういうところですか？なんだろう。なんか愛嬌あるのとなんか化けそうな気もするんだよね。花もある気がする。磨けばなんかさ輝きそうなさ。でももう普通にもう一回もうちょっと立ってみて。お身長高い。スタイル良くない？わかんないけどなんか雰囲気あるでしょ。ありますね。わかる言ってる方。身長何センチですか？175以上あると思います。だってこういうなんかやつらがフロア歩いてさ、ちょっとの隣さ立ってみて。なんかこういうやつらがさ立ってるホストクラブなんかさいい店感あるわ。あいいわ。なんか伸びそうなねビジョンが見える。格闘技もやられてるんですか？格闘技はずっと高校の頃やってました。体育会系なんだ。部活やってたってこと？いや部活が勉強熱心コースだったので。お前勉強してたのその見た目で。頭いいの拓磨は？まあ割と高校頭で札幌で私立で2番目ぐらい。待ってそうなの？そうなんだ。偏差値どれぐらいだったの？高校の偏差値はわかんない70近くだったんじゃない？隠れロマネなの？いやお前もしかしたらめちゃくちゃ売れるかもしんないよ。もうここにセルティアさん超えるって書いてあるけど、ちなみにこれはなんでこうセルティアさん超えって書いてあるんですか？こういうところは勝てるみたいなそういう長所あります？僕本読むのとかすごいブログでいけると思ってるんで、本読んだりとかしてそういう知識の部分とかだったら負けないのかなと思ってます。確かに偏差値70のやつがいるとさ結構説得力あるんだよね。ちょっと面白いかもしれないよ。ウル、ロマネ、タクマ俺結構欲しいかもしんない。なんか懸念点ある逆に殿的にさ。まあちょっとやっぱ若さっていうのもあるのかなっていう。まあやっぱりこう日々毎日ねこうみんなお酒飲んでるからまあそれがないってなるとやっぱお客さんもどうしてもいや一緒に飲めないんだったらなとかって結構なるんですよ。だからそれを凌駕するぐらいのなんかこうテクニックを持ってなきゃいけないんで。だからお前が最初ホストクラブ来て輝ける日なんてまあそんな簡単に来ねえからそこだけ自覚して一から学びますみたいなところがあれば正直結構売れさせられる自信はあるわ。これは本物かもしれないと。いや俺頭いいやつ結構売れるイメージあるんだよな。あいつ取ろうぜ。いや俺独断と偏見枠だなこれ。向こうが取らねえっつってきたら。はい失礼します。お願いします。確かになんかちょっと雰囲気あるわ。なんか寮生活高校の時やりますよ。どこの高校行ってたの？鹿島学園。鹿島学園いたの？はい。
ウケんだけど貸し学あれだよね、サッカーも野球も一緒だよね。そうですね、全部ね、はい、一緒です。めっちゃでかいよな。多分スポーツやってたから、ある程度根性ある気がするわ。でもかっこいいですね。なんかこうローランドショーとか見てて、この人たちだったら勝てるなみたいな思いました、正直。正直思いました。どういうところが？顔の方で。はいはいはい。余裕だなみたいな。受精経験とかって。正直数えたんですよ。これがないんだ。数えはないんです。いやでもモテそうだもん。モテますね。モテるモテる。あとまあ野球をちゃんとやってたってことは、まあまあなんかそこそこさ、ちゃんと上下関係とかその辺分かる気がして、やっぱ体格やつは俺売れるっていうさ、なんか僕も売れると思います。でもマジで愛嬌はゼロ。欲しいですね。まあまあ、かっこいいです。なんか本当うちっぽいですね。俺結構ありなんだよ。甘いのかな。マジっすか。この人にお金を払いたいなって、払ってもいいなって思える気持ちが1ミリもないというか、ホスト本当に向いてないと思いますよ。あなたが入りたいだけなら俺らは別にいらないわけよ。話にならない。ちょっともう僕が気詰まってきましたよ、ユージさんの雰囲気が圧迫すぎてほんまにこれ全員ブツなんちゃう？失礼します。どうもお願いします。お願いします。お願いします。はい。髪ツヤツヤ。ありがとうございます。髪ツヤツヤだよ。なんか美容系男子って感じ。1年間、ホストやってて、で2年ぐらい離れてて、なんか自分の中で不完全燃焼だったというか、やっぱ男として生まれたらナンバーワンになりたいんで。で最高売上が100万円。そうですね。なんかこう未練残ってるっていうんですけど、それ全力でやって100万円なのかなっていうのは。全力と言われたら、全力ではなくて、なんかこの母にね帯付きでお金渡して喜んだ顔が見たい。なんかその勢いがマジで感じられないなっていう、暗いしすごいナヨナヨしたイメージがあるんですよね。そうです。なんか入りからあんまりこうやる気を感じないですね、僕は。入りからやりだしてみる？なんかナンバーやり直してみます。元気よく入ってきてよ。いいですか？元気はなかったからさ、はい、元気来いよ、元気に。はい、じゃあお願いします。失礼します。もう変わった。井川翔平です。はい、よろしくお願いします。チャラめになるんだね。チャラめになるんだね。普段はどっちなんですか？さっきなのか今なのか。いや結構明るい感じで。明るい感じ。ギャル男みたいなイメージなんだ。で今仕事何してんの？仕事ニートです。ニート？どういうこと？何よ？ニートという、そうですね、仕事はしてないです。紐パターンかよ。紐パターンだ。いや、紐ではなくて、収入源は貯金というか、結構貯金はしてて。そのニートをしてる期間はどれぐらい？今年入ってからなんで7ヶ月。7ヶ月ニート何してたの？現代深刻でニートってことでしょ？毎日大谷翔平が好きで大谷翔平の試合見てます。ずっと見てんの？7ヶ月も。今日もお前なんかしろよ。収録で働ける？働けます。ニートからいきなり。勤怠は遅刻するやつとかめちゃめちゃ嫌いだよ俺。遅刻はマジでしないです。いける感じがしないんだよな。いけます本当に。いけます。いやニート7ヶ月気になりすぎるわ。やばいもんだってマジで。1週間とかだったら分かるけど、7ヶ月それを良しとして大谷翔平毎日見てたやつはマジで心配だな。そう家賃安いわけじゃないじゃん。そうですね。いくら家賃14で7ヶ月ニート。お前絶対紐だろ。絶対お金もらってるだろ。正直なんかお前紐だろ。同棲ですか？一人1人じゃないよね。そうですね。お金もらってんだろ絶対。お金はもらってない。生活費だけ？そうです。家賃とか。家賃と生活費。はい。お前だからなんかクズ臭したんだよな。なんか別に悪いわけじゃないんだけどさ、マジで売れたかったら家出た方がいいよ。無理だよ、そんな甘くねえからさ。わかりました。もう普通に寮入んないと無理だわ。これ普通に採用したとしたらもう寮入ってもらうから。ちょっと甘いな考えが。甘い、確かに頼れるものがいたら甘えちゃうから、やるならやるで全部クリーンにしてきた方がいいと思う。人間関係は。殿は×です。
発。はい考えが甘すぎまあまあ甘い、わかる。しかも経験者であんなんじゃ親幸せにできないでてかす。癖めっちゃありそう。はいまあこういう生活できるってことは、まあ、結構金にもだらしないし女にもだらしないわけですよ。よし、いいからしでーす。面白い。失礼します。お願いしますはい、お願いします。こんにちは。はい、こんにちはじめまは。して。どうぞ失礼します。源氏名清水亜美です。はい源氏なんですか？はい。いああ経験者の方でや、未経験です。未経験はい。源氏団っていうのは何のですか？こっちでお店始める。ああもう考えてきてるんですか？はい考えてきましたああなるほどコンサルティング業務を、結構長いこと。はい。何のコンサルですか？株式投資のコンサルティングやってました。株式投資のはいコンサル、個別株とかってこと？はい、そうです。あなるほどね。てか待って、結構いいもんつけてない？見して時計。確かにありがとうございます。めっちゃなんか確かにデートな。はい。あ結構じゃあ儲かやってて、でも投資やってた方が儲かんじゃない？どうなんだろう、わかんない。はいホストって、はい。まあもちろん儲かる仕事だけど、はい。収入以外の魅力もあったってことなの？はい、そうですね。やっぱ人として人と接客することが自分好きで、人と画面越しじゃなくて、会社のはい決算見たりとかプレスリリース読んだりとか、そんなんじゃなくて、はい。でもホストっぽくねえよ全然。成金感がすごいなっていうまあでもおしゃれしてきてくれたんだよね、はい。自分が何者なのかを証明するためにさ、はい、そうです。なんだろうな。でもまあな、ホストだって幸せになれないと思うわ。もう今のままの方がいいと思う、マジで。無理してホストする人ないんじゃないかなっていう気持ちになっちゃうけどね。経験者一応もうでも10年くらい前なんで、 10年くらい前はいなるほど、はい。正直年齢的には、は若いそのキラキラしてる層と戦っていかなきゃいけないから、はいはいめっちゃ多分しんどいと思うよ多分、はいはいで売れるか売れないかだったら、マジでわかんねえけど、売れるのむずいと思う。はい。どれぐらいとかリミット決めてんの？この32でさ、売れないいつまでやるの？自分でリミットは決めたくなくて、そのゴールって何ですか？ゴールっていうんじゃないんですけど、一番近い目標で言えばそのナンバーに入りたいですとか、ナンバーに入りたいナンバーワンじゃなくてまずはまずは最初のステップね、はいなんか結構もういろいろ中途半端やな。32でもうはいいい年やで、はいかなりはい芯があるのかないのか。32でチャレンジしに来て、なんか見切りもつけないで一回この業界知ってるわけじゃないですか、はいそんな甘くないのも分かりますよね、はいで今の職場を捨ててはい32歳で、はいそれくらい覚悟があるくせに、はい野望が小さいというか、はいなんか中途半端なんだよね。だから売れないんだよ、はい多分ずっと過去もそうだったんだろうなってすごい思っちゃう、はいはいって言われるともうはいで終わりだよね、ありがとうございます。すいません。お願いします。名前はクオンです。地元が三重県です。なんか自己 PR ありますか？自己 PR。そうですね。お酒が強いぐらいしかないんですけど、困ったな結構見てます。そのローランドショーとか、まあ、ローランドさんのインスタとか、ローランドグループのインスタとか。あんま見てない。見てないですよね、なんかそんな感じしました。たまたまホストクラブ探してて、たまたまそのタイミング流れてきて、別に何の愛着もないけど応募したっていう。でこれに移ったらもしかしたらなんか変わるかもって、でもちょっと甘さ。以前一回オーディション実は受けてて、絞りは絞りは稼いでかっこよくなって、強いボスの中で飛び込みたいからです。はい、お願いします。じゃあ履歴書見てまた合否連絡しますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。過去最速ですけいや普通にもパッと見でいらないなっていう直感なんかまあ入りくらいし、前回のオーディションで落ちたわけじゃない、はい。それで
落ちて今回は違うぞっていうものはなんか持ってきたの。もうね、これだけ見たら、はい、全然書いてなさすぎて、そうですやる気があるのかなってすごく思っちゃうんだけど、はい。今回はこうですって僕はっていうものはありますか？そもそも前回ちょっと緊張しすぎて何にも喋れなかったので、それが多分一番落ちた原因かなって。いや違うと思うな。違います。だって、はい。これも自己 PR してって言われて先が強いしか出てこないのが、はい。もう全てをこう物語ってるというか、何も準備してなんかあります？このはい。作が強いとか以外で、このローランドグループにあなたが必要な理由。そうやね。そうですよね。何しに来た？ごめん、めっちゃ薄い予選言葉強くなって。何しに来た？これもうなんか間違えてるぞ。これ勤務開始可能日、誕生日書いてるやろここに。2000年1月19日って。もうこういうの項目とかも全部なんか適当か。これで人生が変わると思ってない。話にならんすぎて適当に書いたか。前回結構バーって書いたんですけど、逆に今度短めの方がいいかなと思って。いや絶対それ違うね。ごめん、決めつけてごめんやけど、はい、全然。絶対違うと思うぜ。そんなんじゃないと思うぜ。この適当さは。わかりました。わかりました。ごめんなさい、僕はもういいっすわ。大丈夫なんかな。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。失礼します。いやこれやばいでしょ。勤務開始可能日2000年7月19日。タイムスリップしてるって思って。お願いします。失礼します。はい。これ、ね、どういうホストになりたいか、徳川隆一さんそうですね。憧れの。写真集この前配ってたじゃないですか。そうですね。それを応募して、本当ですか？はい。届きました？多分実家の方に届いてるかと思う。本当ですか？お母さんからなんか来てるよみたいなね。写真集の購入者と出会った。じゃあもう今嬉しくてしょうがないんじゃない今。いやあえて嬉しい。いや嬉しいですか。本当にかっこいいと思って。握手しなくて大丈夫？ナンバーワンって握手してもらう？握手してもらう？分かったじゃん。請求したっけ時間。ね、俺言っとけちゃんと。はい、ほら。ありがとうございます。はい、よかったね。じゃあな。自分の長所みたいな感じのは、すぐ行動したりとか、あとはなんか負けず嫌いなところとか。その日に北海道に日帰りで行ける行動力。はい。これはどうですか？自分の中ではこれ行動力あるんじゃないかなと思う。自分の中では、普通の人だったらいかないと思うんですけど、そうやね。自分の中ではとっさに思ったらすぐ行動できるって結構強みかな。これはね、行動力ないね。俺は高校2年の夏休みにその日パッて思い立って高速道路の地図買ってヒッチハイク行ったり東京までとか、なんかそんなんなんですよ。全然勝らない。はい。この負けず嫌い、絶対負けず嫌いじゃないよね。いや、負けず嫌いって言える？はい。本当に？はい。なんだよ。俺を今のラリーで、はい負けず嫌いじゃないなって思っちゃった。今ね、言うなに、いや、これは行動力があるとは言えないと言われたら、そうなんですね。そしたらじゃあ僕はもう明日はじゃあもう車一から組み立てて大阪まで行きますわって。くらい返せるね、ラリーができるやつは負けず嫌いだなって思うわ。そんなん言われて、はいで終わってるんだから負けず嫌いではないね。どこが負けず嫌い？なんか返せる？失礼します。お願いします。お願いします。どうぞ。お願いします。はい。じゃあ自己紹介。はい、大阪出身、西賀直樹と言います。21歳です。はい。もともと大学生だったんですけど、大学休学してマッチングバーのスタッフと、あとレンタル彼氏をやってました。レンタル彼氏？はい。おもろ、何レンタル彼氏？はい、座ってくださ失礼します。い。レンタル彼氏何すんの？
でも本当に彼氏みたいなことをデートとか思ったんで、本当に彼氏っぽいことを彼氏っぽいことするんだ。結構じゃあ女の子好きですか？めっちゃ好きですね。めっちゃなんだ。まあただ女の子好きな子はやっぱまあ一個の才能だからね。やろうと思って結局なんの？まあ、どうしてもお金稼ぎたかったってのがあって、というのが、最近1ヶ月前ぐらいなんですけど、母親が詐欺にあって、マジ何の詐欺？ロマンス投資とロマンスロマンス詐欺やっていくら行かれたの？800。うわー、結構行かれたな。母親が、片親で介護職やってるんで、お給取りじゃないんで、僕も奨学金借りて大学行ったりしたんで、それを返したい。ひどいなそれな。介護で頑張って貯めたじゃあ800万とかをさ、借金でってこと？その貯金の 800？ ほとんどが借金です。うわー、それはじゃあ今も現在進行形で利息も発生してるってこと？そうですね。それを返したいと。返したい。もう母親にそれが全部返すって言っていきましたね。いやー、人事とは思えないわ。なんか悔しいもんね。そうですね。じゃあ大学辞めんの？大学も辞めました。大学届出してきました。結構いい大学？そうです。法政なんで。うわでも悔しいね。法政辞めたら結構頑張ったでしょ入るの。そうですね。一浪して、で予備校通うお金なかったんで、1年拓郎で一人引きこもって。うわ独学で。そうですね。うわなんかお前いいやつだな。そうです。ありがとうございます。マジでその先顔見た？捕まった？いや、多分別の人なんで。そうだよね。悔しいなマジで。めっちゃ悔しいですね。親御さんはお母様だけってことはもうお母様が一人で頑張って育ててくれたんだ。そうなんですよ。兄弟2人なんですけど15年間女手一つで育ててくれたんで、まあそう考えたらなんか恋愛する時間とかもなかったんやろうなと思うと、なるほどね。固まれない気持ちになって。そうだよね。多分子育てで頑張ってて、その艶のある会話とかできる異性がいなくて助けませんか徳川さん。頑張って売れさせたくない？なんかどれぐらいの覚悟あります？もう全てやめて、もうなんか人生捧げられます？はい。ホスト業にどんなに辛いことがあっても耐えて努力できます？はい、絶対に言えないです。ナイキさんの多分お母さんってまあおいくつの方かわからないんですけど、そういう方も多分接客したりとか場合によってはねこう大金使っていただいたりとかすると思うんですけど、多分そこで多分世間から見たらやってること変わんないじゃんとか結構偏見を持ちながら生きるんですよ。そうなった時に耐えれるのかなっていうのが、そこは耐える覚悟で、もちろんその詐欺なんかしないけど世間一般から見た時にやっぱそう思われるんですよね。そうですね。女騙してとか、まあ正直な話まだ経験してないんで、どういう感情を襲われるとかどういう罪悪感で苛まれるとか、まあなんか前提になってるんですけど、ただまあ今の段階では絶対に耐え抜くっていう覚悟でいるっていうのは、なるほどね。まあ多分さだから状況的に考えたらめっちゃお金欲しいような状況だと思うんだけど、俺らは勝ちにこだわるじゃなくて勝ち方にこだわる店でありたいと、要するに稼ぐために何でもやっていいっていう倫理観で俺ら仕事してねえから、だからまあそういうところは店のペロのリスペクトしなきゃいけないだろうし、もし入ったらただまあエピソード的に助けてあげたいなって思わせる何かは君にはまああるなって感じる。だしお前は売れなきゃいけないと思うよこのもう状況だったとしたら。ありがとうございました。 OK ありがとう。大丈夫かな？はい、大丈夫です。失礼します。じゃあお母様によろしくな。はい、ありがとうございます。うまいもん食わしてやろうぜ。頑張ります。ありがとうございました。ありがとう。失礼します。はい。じゃあ最後です。採用。おお。鬼の徳川。良さそうです。嫌な気にさせないですよね。あとはまあもう動機だよね。なんかやっぱ俺もお母さん好きだからさ、なんかこいつ売れさせて、なんかお母さんに車買いに行くロケとかやりたい。いいですね。てかお母様に会ってみたいわ。本当ちょっと一人前にして3人で飲みたい。こういう子売れさせてあげたくない？いや思っちゃいますね。本当だったら。まあそこね。なんか映画作れますね。これでナンバーワン取ったら僕はもう何もないです。お腹いっぱいです。合格です。ありがとうございます。もう合格です。優しそう。なんか福君の大人バージョンみたい。言われたことあります。あります？あります。確かにちょっと似てる。身長高いんだね。身長高いですね。何センチですか？183なんです。高い。ローランドグループっぽいわ。本当ですか？ネクタイ長すぎんでも。長すぎますか？ちょっと長いかも。本当ですか？ガンバのジュニアユースいたんだ。ジュニアユース。酒井どっち？
僕は本当の本当の方入りました。ああそうなんだ。結構うまいと思うよサッカー。まあ関係ないですからね。まあ関係ないがそっからダンスやって踊れるんですか。全国出て踊らせちゃう。分かりやすいので言うとレールを通すみたいなこういうこっちにパンとか弾くのすごいすごいね。結構うまいんじゃない。だからなんかさ普通になんか一個のことを頑張れたやつってさわかんない。俺のフィルターの中でサッカーができるっていうだけでちょっとプラスに働いちゃうからさやばいここはもうフェアな目線のちょっと徳川さんなんかナンバーワン。どういうホストになりたいですか。僕は歴史であったりとか記憶とか一番残れるようなホストになりたいなと思います。僕もサッカーの時もされたんですけどもう勝つ楽しさっていうのを僕は知ってるので、そこに関しては、多分売れるまでとか全然こう楽しめるというかちょっと自分の見た目や今より20キロ太ってたりとかマジでとかやったのでちょっと商品化だいぶ綺麗になったんじゃん。そしたらそうなんです。だいぶ綺麗だったんですよ。アトピー持ちでめちゃくちゃ赤かった。努力したんだねじゃあ結構ね。それがあったのでじゃあダイエットとかして痩せたら応募しようってので分かんない。売れるかどうかはめっちゃ本人努力次第だけど採用基準で言うと俺はギリ足してんじゃないかなって思うな。大阪の基準だったらなんか普通に気持ちのいい子だったなっていう、なんか素直に言うこと聞いてくれそうだから大阪店僕も丸です。丸はい。落とす理由がなかったなっていう。売れるかどうか彼次第だけどなんか取りたいとかじゃなくて落とす理由がないっていう感じの子。お恥ずかしい話なんですけど2ヶ月前に抗治療を受けてみたんですね。いや俺はこれは取るこれ取らせてくれ。本店の顔になるかもしれないね。このオーディションの最高傑作にもなりうるしめちゃめちゃ店の中の不協和音にもなりかねない